ムーザルのプログラミング絶望ラジオ。こんばんは、ムーザルのムーです。ザルです。この番組はプログラミング歴30年のザルと数学歴5年のムーが最近のプログラミング事情について話すラジオです。鮮度が高くてかつ適当なお話をお届けしてまいりますので、最後までお付き合いください。本日は2026年6月25日木曜日49回目です。すいません、なんか失敗しちゃって。失敗しちゃった、なんか、人生に失敗なんてないんですよ。そうなんですか。じゃあよかったあれなんだね。今初めて知ったけど、数学歴5年なんだね。いや、そんなことないでしょ。だからそこが適当すぎて、その後動揺しちゃった。動揺しちゃったなんで適当なこと言うの。5年なのかなと思って。ああ、そう。まあ5年ぐらいはやったか。中学校でもやりますからね。じゃあもっとやってんじゃないのもうちょっとやってるかもしれないですけど。はい。じゃあ今日はですね、私とてもお得な情報をお持ちしました。嬉しいなんて思わないですよ。もうね、我々リスナーはですね、もうやっぱそういうお得な情報にはもう裏があると。裏がある。もう当たり前じゃないですか。ないですよ、ないですよ。このね、数ヶ月何度騙されてきたことが騙してないよ。ザルさんもね、絶賛騙されてると思うんですよ。そんなことないです。そのね、毎月いくらかかってるんですか？もう今はね、いろいろ解約したりダウングレードしたりして AI にかけてるお金は1万円ぐらいしかかけてません。だから、ようやくだからそういう解約とかね、そういう手続きが済んだんでしょう。大変だったんでしょう。違いますよ。解約とか大会とかさ、難しいでしょう。いや、難しくはない。もうワンクリックでもう解約できる。すごい親切なんだから。そうですか。お問い合わせしてさ、あだこうだたらり回しされてっていうもう社会なんですから今、そんなお得な情報がね、そんなうまい話がね、あるわけないってみんな思ってますから。あるんです。今回は本当です。聞いてください。今回は本当？まあ一応聞きましょうか。いきますよ。クラウドフレアに全部かけていいと。私も確信をしたので。何ですかこれ、今回 AI じゃないですね。いつもなんか AI のなんかお得情報を持ってくるから、そう AI はね、いつもドア開けないでおこうと思ったんですけど、今日 AI じゃないですよ。隙間から見てますよ。AI じゃない。今回はクラウドフレアっていうそのインフラ、あるいはそのプラットフォームについて持ってきてるわけなんですけどね。新しい商材を抱えてやってきたのか、じゃあちょっとチェーン外して聞いてみようかな。聞いてみてください。その間に足をぬるっと入れるかもしれないですけどね。いいですね。クラウドフレアね、最近ね、ちょいちょい触れてますよね、ラジオでもね。ムーさんクラウドフレア使ってないんで。使ってないんでって今決めつけましたけどね。一応、使ったことはありますよ。使ったことあります？で、今使ってるかと言われたら、今もう使ってますよ。使ってんの？なんかどこで使ってますか？全く使ってないみたいなね。なんか決めつけられましたけどね。ごめんなさいね。どんなところで使ってます？ドメイン置いてますよ。ドメインかよ。ドメインをクラウドフレアで買って置いてますから。これ使ってるって。使ってる。しかもドメインをクラウドフレアに置くっていうのは非常にいい使い方ですね。あら、そうなんですか。ネームサーバーがクラウドフレアにあると、より効果的にクラウドフレアのサービスが享受できるっていうメリットはあるんでね。嬉しいわ。まずそこからですよ。ちなみにですよ、私そのドメインをね、クラウドフレアに置く前は、やはり今はなき Google ドメイン懐かしいであったりとか、お名前 .com 様であったりしてますけど、クラウドフレアのドメイン管理いいですよ。そうだね。確かにね。シンプルだしね。素晴らしい。なんかね、メールアドレスの設定とかね、そのドメイン単位でしたりするじゃないですか。あとなんかそのグループ設定っていうのかな。なんか Google ワークスペースの設定とか？いや、Google ワークスペースの設定とかじゃないんですけど、とにかくね、細かいことは忘れちゃいましたけど、そのドメインに対してのその命令の設定とかあるじゃないですか。やっぱそういうのもやりやすいですから、とても良かったですよ。一個ね、ちょっとそこで、不満もあります、実は。何ですか？.jp ドメインがね、使えない。使えないの？はい。そうなんだ。持ってないから分かってなかった。買えないし、移行もできないかな。いや、どうなんだろう。すいません。でも、なんかできなさそうだったな。いくつかドメイン持ってて、全部これクラウドフレアに置こうと思ったんですけど、なんか JP ドメインなんか
移行できなくてっていうのがありました。今はどうなのか、あるいはその当時も僕の能力が足りなくてできなかった、能力が足りなくてでも多分買うのも売ってないんじゃないかな、.jp。まあ確かになんかクラウドフレアそんなにドメインに対応してるってイメージはないね。そうですか。だからそこがね、ちょっとやはり日本人としてはちょっとダメですか？いやまあでもそれでも、だからその .jp をやめてでも全部クラウドフェアで管理したいなって思うぐらいに好きですよ。まあお名前 .com、まあここでちょっと名前上げるとあれなんですけど、大変なことになりますよ。これは組織が大きいですからね。ぶっちゃけ使いにくいですから。こんなに使いにくい管理画面あるのかと思うぐらい使いにくいんで、まあそれに比べたらね、クラウドフレア、まあ、他のサービスも含めてね、圧倒的にいいんでね。とてもいいです。まあそこのちょっとドメインの話は置いときつつも。そうか、そういう話じゃない。ドメインがいいぞって話じゃないですか。ドメインがいいぞじゃないです。もしね、そのクラウドフレア、とか驚いたりクラウドフレアに全部かけろっていう、そうか、全部か。その確信を得た要因があるんですよ、いくつか。何ですか？まあ、いくつかっていうか2つなんですけどね。一つは、その CDN としてこう出発しているサービスなんですけど、まあ、CDN を展開するそのインフラ、物理的なインフラと、もう一つは、デュラブルオブジェクト、デュラブルオブジェクトっていう。デュラブルおじさんって言おうとしました。おじさんとは言わないわ。おじオブジェクトね。デュラブルオブジェクトっていう、そのサービスというか仕組み、ソフトウェアがあって、そのハードとソフトを両方兼ね備えているこのクラウドフレアは他社と比較しても相当事業優位性があるなと。デュラブルオブジェクト。デュラブルオブジェクト。聞いたことないんですけど。聞いたことないですか？はい。有名なんですか？有名ですね。まあ、クラウドフレアを使ってる人は、絶対目にする単語ですね。そうなんだ。なんですけど、その目にするんですけど、デュラブルオブジェクトが一体何なのかは、正直すごく分かりにくいなと思ってて、僕自身もクラウドフレアでいろいろ開発してるときに、ことあるごとにデュラブルオブジェクトが出てくるの。ドキュメントでもそうだし、自分でも実際使うみたいな。でもなんかどういう存在なのかよくわかんないなと思いながら、仕組みとかを調べていくと、こいつはすごい発明だということに思いたり、これがあるからこそクラウドフレアは今ナンバーワン、この先もナンバーワンであり続けると確信を持っていると。そうなんですか。一応ちょっと確認なんですけど、僕昔そのクラウドフレアにアプリケーションをそのデプロイしようとしたときに、なんかページか、なんかもう一個なんでしたっけ？ワーカーあるじゃないですか。それ両方使ったかな、忘れちゃったんですけど、感じなかったですけど、そのデュラブルオブジェクトの。まあ確かにね。出てきます。ページは使わないだろうね。ワーカーは用途によっては使うけど、用途によっては全然使わない。なるほど。じゃあちょっとその、なんかさっきね、クラウドフレア使ってたら絶対出てくるぞみたいな言ったんですけど、ちょっとなんか奥まったところにいるというか、奥まったところ、ちょっと恥ずかしがり屋さん。恥ずかしがり屋さん。まあ恥ずかしがり屋さん、それにでもね、言い得てみようかな。そう。今からじゃあ。恥ずかしがり屋さんなのかな。あんまりこうね、出てきてないですよね。言いますよ。そのクラウドフレアにいっぱいサービスあるんですけど、いくつかサービスピックアップしてますね。例えば D1、その SQLite ベースの、そのサーバーレスのデータベースの機能ね、D1。で、R2。これは AWS の S3 の互換のストレージのサービス。で、Qs っていう、まあ、いわゆるジョブ Q システム。で、あと、ワークフローっていう、まあ、そのままワークフローエンジンを作れる、クラウドフレアの機能。あと、AI ゲートウェイとか、エージェント SDK とか、AI 系の機能とかあるんですけど、それら全部、その中にデュラブルオブジェクトが動いてる。ちょっと待ってください。今なんかサービス全部言ってもらったんですけど、僕が知ってるそのワーカーとページ出てこなかったんですけど。出てこないですね。もしかしてそれ脇役？いや、ページはね、ちょっと正確なことは言えないんですけど、ページは結構ワーカーに統合されてきて、ページ単体で使うってことは今結構少なくなってきてるかも。なんかこっちに寄せるよみたいな雰囲気なこと言ってました。ワーカーは結構。いや、ワーカーは主役ですよ。主役ですよね。ワーカーは主役なんですけど、このデュラブルオブジェクトって、実はワーカーなんです。ほら、よくわかんないでしょ？デュラブルオブジェクトって、そのワーカーなんですよ、実質。ワーカーというよりは、より正確に言うと、ワーカーにデータベースを足している存在がデュラブルオブジェクトなんですよ。で、
この D1 ってあるでしょ、その SQLite ベースのうんうんそのデータベース。昔ですか、結構前のラジオで取り上げたタルソも SQLite の、サーバーレスサービスがあるんですけど、そういう感じでその D1 もクラウドフレアの SQLite のデータベースなんですけど、その D1 の内部では、そのワーカーとデータベース、まあ SQLite だね、を組み合わせたデュラブルオブジェクトをラッピングして使いやすくしたのが D1 なの。なんかそのタルソって僕その前々からなんか聞いたことありそうだなと思ったんですけど、だからタルタルソースの略だちょっと待ってくれよ。っていうことに今気づいて、ちょっとその20秒ぐらい聞けてちょっと待ってくれよ。タルタルソースタルタルソースの略だね。タルソって。タルソなんか聞いたことあるなと思ったんだけど。怒られるよ、タルソの作家の人に。そうです。タルタルソース、ね。ごめんなさい、ごめんなさい。タルソね。で、そう思いましたでしょ。いや、今言われて、それかって今思いましたでしょ。まあ、タルタルソース僕あんまり好きじゃないから。またそういうこと言ってすいませんね。はいはい。でとにかく、その D1 はそのデュラブルオブジェクトをこう、ラップして使いやすくしているサービス。だから D1 っていうのは、その D1 を最初に知ってたから、その SQLite ベースのサービスだって。だからその SQLite を、まあそもそもその D1 がこういい感じに扱えるようにしてる存在なのかなと思ってたら、デュラブルオブジェクトっていうその結構前からある機能がいい感じにラップされて D1 っていうサービスに昇華してるんだなっていう関係性を知って、より驚いたというか、つまりいきなり D1 っていうサービスが出てきたんじゃなくて、デュラブルオブジェクトっていうもともとあるものをそのより進化させてきているみたいな。だからその、なんていうの、デュラブルオブジェクトで出た当時って、そのデュラブルオブジェクト単体でしかなかったんだけど、そのデュラブルオブジェクトを核にしたいろんなその機能がいっぱい展開されてるっていうことなのよ。その R2 とかも Q とかもワークフローとかも AI ゲートウェイとかもそうだけど、まあ部分的に依存してるっていう関係性のやつもあるんだけどね。全部乗っかってるってやつもあれば。はい。今その日本語の文法としては理解できてますよ。そのデュラブルオブジェクトがだから進化して D1 になったんだよと。まあ進化してっていうか、デュラブルオブジェクト自体は変わってないんだけどね。デュラブルオブジェクトを使って、そう新しいサービスを作ってると。まだデュラブルオブジェクトがその中にいてみたいなことですか。そう。外側にこの D1 みたいなことにしてやってると、中にいるっていう。中にいると。っていうことは理解できたんですけど、どういうことっていうのはちょっと分かんないでしょ。分かんない。だからもうなんかそのLinux とか OS で言うとカーネルみたいななんか雰囲気を醸し出してるわけ。いろんなところにデュラブルオブジェクトがいるから。そういう雰囲気は分かれます。ありますでしょ。雰囲気だで、なんかこの公式の言い方で言うと、ステートフルサーバーレスっていうそのジャンルの技術なのよ。ステートフルサーバーレス。一般的にそのサーバーレスっていうと、イメージするの AWS の例えばラムダとか、これサーバーレスアーキテクチャって言われるじゃないですか。でもラムダって基本的にその状態を持たないから、ステートレスなサーバーレス。まあ、サーバーレスっていうと状態を持たないっていう、なんかそういうイメージをやっぱ持ちがちなんだけど、このデュラブルオブジェクトはサーバーレスでありながらステートフル、状態を持つ、サーバーレスなサービスっていうか機能というか。だから状態とかデータとかを持ってたら、もうそれサーバーじゃんっていうね。って思うでしょ。思いますでしょ。サーバーレス。これもしかして怪しいこれ。怪しいこれ怪しい存在いや違うんですよね。違いますね。いやこれだからちょっといやだから半分分かって半分もちろんそうついていかないのは実際に触ったこともないし、こう蓋を開いて中を見たわけでもないから分かんないんですけど、ちょっと思ってるのは何ですかこれ。ラジオでしてていい話これ。いや、これ難しい話してますよ。難しい話ですよ。絵とか書かなくていいんです。本当はね、ちょっと出せたら、その関係図を出しますけど、まあなかったらごめんなさいね。ラジオにはいはい。まあそれはいいんですよ、出さなくても。じゃあちょっとなるべく伝えますけど、サーバーレス。頑張ってください。頑張りましょうね。頑張ります。サーバーレスの特徴といったら、やっぱインフラコストが激安。つまり必要に応じて必要なリソースだけ立ち上げるんで、常時稼働のそのインフラに比べたらコストが低い。で、かつ、まあ、軽量な計算モデルだったりするから、ラムダとかって、そのコールドスタート問題とかも存在しないから、一気にこうアクセスがスパイクしても、いっぱい立ち上げられる、高速に立ち上げられるみたいなのがサーバーレスの、まあ、一般的な特徴です。
で、それを維持しつつ状態を持てるっていうのがこのデュラブルオブジェクトの特徴で、もちろん使った分しかお金はかからないし、そのスリープもしますと。で、スリープをしてるんだけど、復帰した時には当然永続された状態、情報を保持してるから、データベースのように扱える。まあ実際内部はデータベースなんですけど、まあこれはその SQLite をベースにしてるから、そのスタティックなファイル、状態を持ちながら、こうインスタンスを立ち上げれば、即座にその復帰するっていうことなんだけどね。ああ、そうか。そうそうそう。なるほど。これはつまり。少し気持ちが分かりました。だから SQLite なんだ。そうなんです。プロセスなくていいから。プロセスなくていいんです。確かに。で、プロセスは、そのワーカーと同じって言ったんですけど、その Chrome とかで使われているその JavaScript のエンジンの V8 あるじゃないですか。V8 の Isolate っていう、その軽量化されたその分離の状態で起動するんで、めちゃくちゃ起動も早いと。なるほど。そのランタイム自体もめちゃくちゃ早い。っていう特徴があるんで、素晴らしいと。頭の中でもだいぶその理解はできました。モデルが。イメージできました。だからそのデータがあるっていうのはだからもうファイルがそこに存在すると保存されてるわけで、ですごくめちゃくちゃ早く起動もするから、まあサーバーレスでもまあ早く使えるっていうイメージも湧きました。確かに。そうなってんだ。そう。だからまああんまりそのデュラブルオブジェクトを直接使うってことは減ってきてるとは思うんですけど、まあ D1 とか使っちゃうからね。まあでもそれでそのなんだろう、トゥードゥアプリとか。デュラブルオブジェクトを直接使うみたいなこともできるんですか？全然できます。だってそんなサービスがあるんですか？ありますね。クラウドフレアに？クラウドフレアにあって、で、ワーカーから、いわゆるなんだろう、炎とかでもあるけど、RPC ってあるじゃないですか。みたいに関数呼び出しみたいに、そのデュラブルオブジェクトの処理を呼び出せますね。型安全に。普通はワーカーとか D1 とか使うじゃないですか。でもそのデュラブルオブジェクトをそのむき出しで使うみたいなのは、やっぱちょっとその玄人向けのユースケースなんですか、やっぱり。どうでしょうね。まあそうかもしれない。SQL とかもサポートしてるんで、そこでそのデュラブルオブジェクトの SQLite にデータを書き込むみたいなこともできるっちゃできるんですけど、いろいろ考えると多分 D1 の方が、まあ楽は楽なんだとは思いますね。でも一応それもむき出しで置いてあるんだ。置いてあります。かっこいい。で、まあ、そのデュラブルオブジェクトってその状態を持つって言ってたんですけど、まあ、状態を使わなくてもよくて、デュラブルオブジェクトは、その WebSocket とかで接続できるんで、なんかチャットアプリとかで WebSocket を使いたいなと思ったら、デュラブルオブジェクトとかを使うと、いい感じにそのブロードキャストとかもできるっていうね。まあ、そういうその状態以外の、その同期性の機能とかも兼ね備えてますね。ちょっと理解できなかったけどすごいですね。だからこれすごいね、なんてやれることがいっぱいあるから、一体デュラブルオブジェクトって何なのって思いがちなの。そのデータベースとしても使えるし、WebSocket みたいに同期処理もできるし、っていう。すごいですね。そのワーカーだよって最初に言ってたじゃないですか。デュラブルオブジェクトはワーカーはデュラブルオブジェクトだみたいな。デュラブルオブジェクトはワーカーと同じその仕組みを取ってて、まあそれに対して、ワーカーに対してデータベースをこう組み合わせてみるみたいな、そういうイメージだね。そうか。内部で。だからそのデュラブルオブジェクトっていう、その、なんていうの、物体に対してコードをかけるの、任意のコードをかけるようになってて、わかんない。例えばインクリメントするとするじゃない？まあレディスだとインクリっていうその命令、SQL 相当の命令でプラス1とかプラス2とかできるんですけど、そういうなんか原始的なその命令文じゃなくて、こういう条件の時にはプラス10する。こういう条件の時にはプラス20するみたいな、そういうビジネスロジックを普通にワーカーと同じような感じでコードで書いて、それをそのデータベース、そのデュラブルオブジェクトの中のデータベースとセットで管理することができるみたいな。だからロジックとデータをこう一体化させてるみたいな感じ。いや、イメージは分かりました。もちろん多分、正しいことは半分も理解できてないと思うんですけど、なんか分かった気になってきましたよ。よかったです。僕もまだ 3% ぐらいしか分かってないです。このデュラブルオブジェクト。なるほどね。で、デュラブルオブジェクトを最初に見たときに混乱した一番大きな要素が、その名前が意味分かんないなと思って。確かにね。まず2単語だしね。そう、2単語。自然変換みたいなね。そう。もっとかっこよくバチッとね、1単語で来てほしい。そうだね。それやったらあんまり気にしないんだけどね。それ何者かは。で、デュラブルってその耐久性があるみたいな
意味。はあはあはあ、で、最近なんか流行っているよくデュラビリティがあるみたいな、耐久性がある。で、オブジェクトがちょっと抽象的な表現で分かんなかったんで、最初見たときにオブジェクトだから、これ S3 みたいなファイルストレージの概念なのかなって勝手に思ってたのね。オブジェクトっていうのを。調べたらそうじゃなくて、オブジェクトはオブジェクト思考プログラミングにおけるオブジェクトと同じニュアンスなんだって。だからクラスにおけるインスタンスオブジェクト。で、同じそのインスタンスは、そのワーカー、デュラブルオブジェクト自体がインスタンスで、そのクラスのインスタンスと同じように状態を持って、ある程度のロジックを持っている。要は操作がセットになっているのと同じようなイメージから来てのオブジェクトなんて。なるほど。じゃあオブジェクト思考プログラミングをやったことがある人は、その世界におけるオブジェクトと思ったら、なんか間違ってはないみたいな。間違ってない。で、それがなんか実際のそのなんていうの、オブジェクト思考のインスタンスで、永続化するかどうかは全く無関係だと思うんだけど、そのデータを永続化してくれるっていうのがそのデュラブルオブジェクトの一つ仕組みだね。でもすごい、なんか名前と実態がつながって、なんかいいですね。だからプロパティを持ってるわけだ。そのオブジェクトは。プロパティ持ってたり、メソッドも持ってるんだ。そう、振る舞いを持ってるってことですね。もう持ってるんだ。持ってます。それがさっきコードかけるって言ったやつ、自分で自由に書けます。それさっき言われた時は意味わかんなかったです。デュラブルオブジェクトにコードが書ける。はいって思ってたんですけど、オブジェクトだと思ったら、メソッド持ってる感じだみたいな。そうなんです。で、それを他のワーカーから簡単に呼び出せると。すごいですね。すごいよね。本当。で、これは。これみんな知ってるんですか？いや、みんな、クラウドフレアを使ってる人は常識当たり前の話なんでしょうね。でもだってこれ、クラウドフレア以外に、その GCP とか AWS とかバーチャル使ってて、なんかこれに相当する概念って、僕、聞いたことないんですけど。ないです。ないんだ。僕が知ってる限り。いや、ですよね。クラウドフレアが出してるのが唯一ではなくて、一応そのスタートアップでちょっと名前忘れちゃった時にリベとかなんか別のところがオープンソースかつクラウドサービスを展開している同じような概念があってっていうところ以外、そのクラウドフレアとそこ以外は出してないと思いますね。ほとんど。すごい。だから新しい概念のものだ。そうなんですよ。いや、ここまででかなり理解は進んだ気がしますよ。で、ここからその別の切り口で言うと、切り口で紹介したいんですけど、これね、難しいんで僕も説明がかなりあやふやなんですけど。いいね、いいね。そういうのいいね。このデュラブルオブジェクトを開発したときに、何に影響を受けて開発されたのかというと、アクターモデルっていうのをベースにしてると。アクターモデル、ちょっと待ってください。気になります。気になりますか？まずモデルっていうのがいいし、アクターっていうのもいいね。いいですか？これは、アーランとかエレクサーとかアッカとかっていうものが実現しているそのモデルなんですけど、そのいわゆる並列処理、分散処理を前提としたその不整合が起きない、仕組みを作るためのそのモデル。で、アクターっていうのがいて、そのアクターは、そのアクター同士はそのメッセージでやり取りすると。で、アクターの内部にはいろいろ状態はあるけど、内部の状態をいじれるのはアクター自身だけだ、みたいな。ちょっとそのオブジェクト思考のカプセルみたいなところも踏まえつつ、なんかそういうそのモデルがあって、それに影響を受けてデュラブルオブジェクトっていうのがこう追加の、機能とか考え方をアレンジしてできてるみたいなことが公式ブログで書いてあって、これなんか雰囲気かっこいいなみたいな。そうですね。だからアクターモデルっていうのは僕詳しくないんですけど、これはだからいわゆるプログラミングのそのデザインパターンの一つ的なことなんですか？そうですね。ちょっと違う？もはやそう。でもアーランとかはもうそれを言語レベルでそのサポートしてるというか、それに基づいて作られてるみたいな。アクターモデルっていうのは僕ちゃんと勉強したことがないんで、名前をなんか聞いたことあるかなぐらいなものなんですけどね。ザルさんはもうこのアクターモデルについてはやはり熟知されてる？いや、もうウィキペディアレベルでウィキペディアによるとですよっていう、アクターは状態と振る舞いを持つ独立した実態で互いにメッセージを送り合うだけで強調します。これだけ聞くとね、オブジェクト思考っぽいなみたいな、雰囲気もありますけどね、さっき言いましたけど。僕はプログラミング言語のこのデザインパターンとはまた違う文脈かもしれないんですけど、僕はUML が大好きでして。なんか一時期ハマってたよね。
今もハマってるんですけど、今もハマってます。ハマってはないです。好きなものはずっと好き。ユニファイド。はい。なんですか M は。モデリングなんかやふやじゃん。UML ね。クラス図とかね、状態遷移図とかある。いろんな図がある中の一つにシーケンス図がありますね。シーケンスダイアグラム。あります。シーケンスダイアグラムっていうのはそのアクターっていう概念がありますね。でアクター同士がまさにそのメッセージングをこう送り合う様を、そのシーケンス図で、書くんですけど、書きますね。僕シーケンス図も結構好きで、だからそのアクターモデル、なんとなく多分今の話ウィキペディアの情報で言っても、似たようなことだと思うんですよ多分。だからとても好きですよアクターモデル。いいですね、その軽い感じ。でそれによって作られたのがデューラブルオブジェクト。なるほどね。とにかくそのデューラブルオブジェクトっていうのはそういう考えで作られてるんだけど、その結構多分未来をいろいろ想定してこう作られてるなっていうのを感じるんですよ。たまたまそういうふうにできてるというよりはもうちゃんと狙ってそういう仕組みを最初に整えてその事業展開してるっていうのを感じてるっていうのがクラウドフレアのこの盤石な事業展開を確信するっていう感じですね。そのうわこれ未来見据えてるなって思ったのはそのザルさんがなんか直感で思ったってことですか？直感、そうですね。それともなんか誰かが言ってたんですか？いや誰も言ってないと思うんだけど、そう感じたんだ。感じた。デュラブルオブジェクトを発明したことが最大のクラウドフレアにおけるなんていうの天気や分水量みたいな。分水例。ちょっと待ってまた言葉がなんか言うじゃない。ここがなんとかだみたいな。分水例かな。分水例なのではないかと勝手に思ってる。これねクラウドフレアの人からするとバカにされる可能性あるんですけど、これすごいリスクのあるトーク打ちましたね。打ってますよ。だって僕クラウドフレアの中の人でもないし、知り合いもいないし、でクラウドフレアの経験もまだ1年未満ですからにわかもいいところでクラウドフレアの革新はデュラブルオブジェクトだと。もうこれがあるゆえにこれもう全ベッドすべきだと。そうオールインしていいぞと。なるほどね。いやすごい大胆な説を。はい。ありがとうございます。いやでもね安心してほしい。本当にこれ多分すごいものだと思います。デュラブルオブジェクト。なるほど。これはそのザルさん今興奮してるじゃないですか。デュラブルオブジェクトすごいって。そういうなんかこれすごいって興奮してる人はそのネットの世界にはとはいえやっぱ結構たくさんいるんだ。軽く検索したんですけどね X で、デュラブルオブジェクトで。特に誰もなんか興奮した様子は最近だと見られませんでしたね。なんですかその最近だとっていうのは昔はやっぱたくさんいた？昔も見つけてはいないです。まだ一人かもしれない。もしわかりませんけどね、探し方が分かんない。デュラブルオブジェクトに対してすごい興奮していらっしゃるじゃないですか。興奮してます。こういうふうに興奮してるのは一人？今のところ僕一人かもしれない。いや本当に、最近自分のお気に入りの技術が見つからなくて、ちょっとしょぼーんとしてた時期があったんですけど、このデュラブルオブジェクトに出会ってからもうずっとそのこと考えてるぐらいハマってますし、なるほど。それぐらいの魅力価値があると思ってますね。わかりました。でもその一人であることはなんかその不安ではないんですか？全然不安じゃないです。もうこれ確信がある。っていうか多分みんなそう思ってるんだけど、当たり前すぎて盛り上がってないだけだと思う。あえて言わないんだ。そうなんだ。じゃあちょっと念のためね、皆さんコメントで教えてください。もう思ってたんだよと。だけど言ってなかっただけだし、いや何を今更なんか喜んでんのと。もうそのずっと前からあるし当たり前じゃんなのか、そういう知りたいですね。そうですね。ぜひコメントで。僕はちょっと恥ずかしながら知りませんでしたから、そんなものがあるんだという。ちょっとここでね、言葉だけでデュラブルオブジェクトのね、魅力、凄さは伝えきれないと思うんで、ぜひ皆さんちょっと自分でこういろいろクラウドフレア触ってみてね、そうかデュラブルオブジェクト、凄さ、体感してほしい。ですね。でも一応僕今日の話だけでもかなり来ました。感じましたよ。ただなんかこれに興奮してるのがザルさんだけだっていうことがちょっと待ってくれよ。一応なんだろうな、見る目はある方だと
自覚してるんですけどね。そうですか。いやその最初のすごい盛り上がりがすごい盛り上がってるから、てっきりねもう世間でも散々こう盛り上がってるそういうものなのかなと思ったら、お一人っていうふうにね、お一人ですよ、お一人。まだこの商材をちゃんと購入してくれたお客さんは一人もいないのかと思って、このザルさんがねセールスだとしたらと思って、ちょっとどうなんだろうっていう気持ちがありましたけど。安心してください、もう全部かけてほしい。楽しみにしております。一応あとなんだろうな、全部かけていいって思ったその理由のデュラブルオブジェクトはあるんですけど、それ以外のところで言うとやっぱりトータルの戦闘能力がクラウドフレアって異常に高いなっていう。AWS だとそのインフラは強いけど、ソフトウェア弱い。バーセルはそのソフトウェア強いけどインフラが弱いみたいな。でもクラウドフレアはそのインフラもソフトウェアも両方揃ってて、この間触れたようにビートもね買収して、でアストロも持ってるし、で炎もいるし、炎がまた最近ちょっとねすごい盛り上がりを見せてるから、それも含めてソフトウェアの部分でデュラブルオブジェクトっていう中核で物理インフラもう全部揃ってるなと。確かにね。いう感じですね。なので株やってる人は買った方がいいですよ。買えるんですか？買えます。上場してるんでね。買ってください。ちなみに僕は個別株とかやってないんで買うことないんですけど。すいません、僕も買おうって言ったんですけどアカウント持ってないんで証券口座をね開かなきゃいけないですからね。ちょっと難しいかも。でも絶対ね、いや絶対って言ったらなんかちょっとあれだな、責任取ってくださいって言われるから投資するときは自己責任でお願いしますね。でも株買えるんだ。買えますね。いいですよ。クラウドフレアはいいと思いますよ。でもあれかも、初めて株買いたいって思ったかも。買って5年完全に載せられてる。5年か10年ぐらい寝かせておけばいいんじゃないですかねって思いますね。今いくらで買えるんだろう、最安で100株単位。結構高いかもしれないですね。いくらかな。現金で数百万ぐらい必要かもしれないですね。ミニマム？わかんないけど適当なこと言ってる。知らないから買うつもりないからっていう感じですね。いや、知らないことが知れて嬉しかったですし、僕もうこの先何かインフラを選定チョイスする機会あるじゃないですか。普通にクラウドフレアにしようって思いました。ぜひしてください。もうインフラコストめちゃくちゃ安くなる。バーセル使ってるからそれと比べたらそんなに変わんないと思いますけどね、その規模。そうか。バーセルを忘れてた。バーセルを使ってることを忘れてた今。でその AWS とか GCP とかには多分行かずにクラウドフレアをチョイスするだろうなと思ったんですけど、バーセルで済む場合はバーセルに逃げちゃうかっていう。バーセルはね、僕適当なこと言いますけど、インフラ結構きついと思いますよ。その今取り組んでる仕組みとか。そのフルードっていうそのバーセルのラムダをめちゃくちゃ効率的に使うためのアーキテクチャとかあるんですけど、結構ピーキーな、なんか挑戦的すぎる技巧的ななんか取り組みで。裏側の取り組みですか？そう、裏側の。そのより、なんていうの、サーバーレスを効率的に扱うみたいな、その仕組みがあるんだけど、それが割となんていうの、そのテクニカルなやり方してるから、もう少しその技術的にシンプルで、スケーラビリティが効きやすいクラウドフレアのアプローチの方がいいんじゃないかと思って。なるほどね。いや、いいですね。だから今後今だと本当に個人でもすぐねアプリケーション開発できるところですから、皆さんどこにデプロイしようかって悩むと思うんですけど、バーセルかクラウドフレアかこの先、2つとも伸びていくと思うんですけど、ザルさんの読みはもうクラウドフレアですね。クラウドフレアだね。バーセルはむしろ衰退していく可能性があると。結構きついんじゃないかな、コスト構造的に。でもこの読みはちょっと今の話を聞くというか、今の段階ではなんか僕もちょっとそう感じます。感じます？本当はいや僕はバーセルが伸びると思いますよって言いたいところなんですけど、ちょっと感じるかも。クラウドフレアの凄さをちょっと感じてます。勢い。あとやっぱ安いし。そう、やっぱ CDN としてサーバーをね世界各地に持ってるっていうのがそもそも強いね。ネットワーク含めて。あとバーセルで今便利なことがすごいたくさんあるんですけど、なんかそれをできちゃいそう。できると思います。できますね。むしろクラウドフレアの方が揃ってる可能性あるね。普通の MySQL とか Postgre とかもそのハイパードライブっていう仕組みで効率的に接続できるしね。っていう感じです。わかりました。ありがとうございます。
じゃあお便りいきましょうか。今週も来てますか？はい、たくさんいただいております。いや嬉しいですね。でもちょっとあれかな、寄ってきてるか。寄ってきてる。お便りの内容がやっぱどうしても。そうですか？ちょっと最近ねプログラミングの話題ばっかりかな。いいんだよ。ムーザルのプログラミング絶望ラジオなんだから。そう。いや、やっぱザルさんの規制が厳しいからね。なかなかプログラミング以外読まないから、やっぱ寄ってきてるね。寄ってきちゃってますか？僕はね、もっとね、広くてもいいかなって思うんですけどね。じゃあ、本の話でもいいしね。本の話ね。哲学の話でも。僕はウェルカムなんですけど、ちょっとね、読まれない可能性はありますけど。ザルさん皆さん懲りずに送ってきてください。もしかしたらムーさんがピックアップしてくれるかもしれません。いいですか？はい。いいんだ。じゃあ読みますね。嬉しい。一つ目、ラジオネーム、名乗るほどのものではございませんさん。謙虚ですね。ムーさん、ザルさん、こんにちは。こんにちは。いつも有益な配信をありがとうございます。私は現在4年間転職活動をしていますが、内定はゼロです。絶望しかありません。絶望だ。世の中は AI で盛り上がっていますが、より良いコードを書こうとアーキテクチャなど設計の勉強を頑張っていた自分にとっては、今までの苦労を嘲笑られているようで尺に触ります。最近ではこんなことなら勉強や個人開発で使っていた時間をもっと子供のために使ってあげればよかったと後悔することもあります。今年40になり転職するにはきつい年齢、しかし引退は25年以上先という微妙な年齢を迎えています。40歳とは言ってもエンジニア歴は短く自分なりには頑張っているつもりですが、それほど高い技術力があるとは言えません。お二人はエンジニアの年齢と向き合い方についてどのように感じていますかというお便りでございます。いいですね。絶望を感じているということでね。やはり絶望ラジオですからね。絶望だからね。一緒に絶望していきましょうよ。わかります。わかりますわかりますっていうのはね、やはり難しいですから。生きていくっていうのは。仏教でも言ってますから。なんて言ってます？生きるとは、苦しいってことまあ確かにね。苦しみね。いや、っていうことですよ。で、あれですか、年齢との向き合い方。これね、僕は、ちょっとあんまり年齢っていうのはあんまりちょっと気にしてないというかね、ちょっと僕の場合ちょっとその日暮らしというかね、でやらせていただいてるんでね、あんまり年齢っていうのはないですけど、ザルさんありますか？なんか。年齢ね、僕今42とかなので、お便りいただいた方と、同年代というか同世代。同世代だ。僕もそうですよ。なんですけど、やっぱ一緒に働く人はもう一回り以上離れている若い方が多くて、で、曲がりなりにもなんていうの？その20年、30年ぐらいこの業界で働いてきてるから、その人たちと働いた時に、僕がこれってこうした方がいいのかなとか、いいんじゃないかなみたいな、同じ立場ですよ。同じ同僚の立場で行った時に、その若手の方たちが、それを受け入れてくれたりとか、そうですねみたいな賛同してくれたりはするんですけど、それが本当に心から思っての賛同なのか、このおっさんにちょっとなんか言うとめんどくさいから、受け入れとくかみたいな、その年齢差による、コミュニケーションロスみたいなものなのかがちょっと判断できないなっていうのは、ちょっと悩んでたりはしますね。そうなんですか。なんか人の心が分かるぞみたいないつも豪語してたのに。分かるからこそそれをこう、なんていうの、透けて見える感じがあるわけですよ。じゃあなんかみんないいですねとかって言ってるけど、これは私がみんなより長く生きてるからそう言ってくれてるんだってことですか？内容は本当は反対だけどって。ってちょっと思ってるところがある。ビクビクしてるんだ。ビクビクはしてないけど。ビクビクはしてないけど。してないけど、ちょっと気にかかってる。なるほどね。っていうその年齢が上がることに対しての、上がったことに対しての、なんていうの、心境の変化とかはあったかもね。昔は若い時は上の人にこう立てつくみたいな。確かにね。反対意見をどんどん言うみたいな。噛みつくのが仕事だと思ってましたからね。でも今その噛みつくのをやってたら、年齢下の人にさ噛みついちゃったらただのさ、モンスターみたいになっちゃうから、最悪最悪でしょ。だからちょっと気使うよねっていう。そうでもあれですけどね、僕がこんなこと言ってもそのザルさんは喜ぶってことはないと思いますけど、みんなそのザルさんのその内容に結構納得してるんだと思いますよ。本当に？でもあれか、この間言ってたな、なんかスラックでこれ投下したら、みんなになんかみたいな絵文字スタンプだけつけられて特に返信がなかったとかっていうのはなんか軽くあしらわれてるのかもしれない。絵文字のスタンプ2つぐらいついて、でもその後1日2日経ったら、その
一緒には働いてないんですけど、隣にいるチームの方がコメントくれて、同感ですと。何々これこういう理由でこういうふうにしたらいいと思いますみたいな、しっかりとした熱いメッセージいただいて、その後別の方もレスくれて、まだまだ捨てたもんじゃないなと、ありがとうございますと思った記憶があります。だから別のチームのその人はベテランの方なんですか？いや、若いですよ。20代ですけど、かなり優秀な方だと思いますね。そうですか。だから別のチームの方がね。だからファーストペンギン的な感じでね、なんか作ってくれたんでしょうね。見かねてね、外からやっぱ外野から見かねて、このおじさんなんか一人で寂しそうだなと思って、外からね。何が言いたかったかというと、僕は、いや、ザルさんね、やはり技術力高いですし、全然なんていうんですか、安心していいんじゃないかと思うんですけど、それは僕と対比するとですよ、僕もあれですから、一回りね、若いメンバーとやることがありますけども、容赦ないですよ。容赦ないの？はい、僕に対して。そっち？ダメ出しをされるっていうことですか？もう対等です。でもいいですね。対等に毎日議論してますからね。僕はこうだと思うんだけどねって言って、大体僕最近四面楚歌になることが多くてですね、チームで4人ぐらいでやってると、3人みんな僕と違う意見だなみたいな、僕一人みたいな、それはあれだ、こととかもあったりしますから。意図的に相手の意見を引き出すために、質の悪いアイデアを最初に出すことによって、意見が活発になるというか、発言の敷地を下げるみたいな、そういうテクニックしてません。本気で A がいいんじゃないかって言ったら、A なんてありえませんよみたいなこと。いや、さすがに A なんてありえませんよとは言わないですけど、僕は B がいいと思いますみたいなね。なるほどね。全然ありますし、でもそれがいいですけどね。いいよね。それはでもいいよね。関係なくね、やっぱフラットに議論できるっていうのがいいかなとは思いますけどね。そんなことでいいんだっけな。あと、結構絶望的なお便りだったと思うんですけど、プログラミングにかけてた時間、勉強にかけてた時間を、他の時間に使えばよかったっていう。そういう後悔って誰しもあるかなとは思うんですけどね。僕個人的には人生において無駄なことって一個もないと思ってるタイプなので、それ自体がね、気休めの言葉にはなるとは正直思わないんですけど、何かしら生きていくものだなとは思ってるんで。いや、そうですよ。後悔はしたとしてもね、その先の行動って、多少は変えられると思うんで、それを踏まえつつね、自分がよりしっくりくる選択をしていくのは、いいんじゃないかなと。いや、そうですよ。後悔で言ったら、もう後悔ですから、毎日。もう、数えきれない後悔してますから。何ですか？僕だけしてるみたいな。いや、僕はあんまり後悔しないと決めてる、ポリシーだから。ザルさんは、だから、今ね、言った通り、本当に何でしたっけ？無駄なことは一個もないと思ってるタイプだから。っていうタイプですけどね。僕なんてやっぱね、後悔ありますよ、たくさん。と思いますけど、この名乗るほどのものではございませんさんとかは偉いですよ。ちゃんと個人開発したり、アーキテクチャについて勉強されてたりして、そんなことも何もしてない人もたくさんいますからね。引き続きね、ちょっと頑張るということですね。じゃあ続いてのお便りいきます。ラジオネーム、クリさん。ムーさん、ザラさん、こんにちは。ちょっと続いてますよ。ラジオネームの。いや、いいんですよ、これは。いいんですか？もう読まない？大丈夫。アットマークの後ろに文章が見えるんですけど、これ大丈夫です。これじゃあ、引っかかった。受け取ってますから。これだけしっかり。引っかかったんだ、検閲に。検閲には引っかかってない。ザル検閲ね。いただきますよ。ムーさん、ザルさん、こんにちは。毎週ラジオ楽しく聞いています。ありがとうございます。プログラマ三大美徳に怠惰短期傲慢というものがありますが、AI の登場によって傲慢でいることが難しくなった気がします。AI が自分より綺麗で完璧なコードをあっさり書いてしまうので、プライドはへし折られるばかりです。もし今の AI 時代に合わせて新三大美徳を決め直すとしたら、お二人はどう定義しますか？私は怠惰慎重、そして AI 頼みのお祈りの3つだと思っています。お二人のご意見をお聞かせくださいと。いいですね。これ三大美徳の怠惰短期傲慢。これ知らない方もいると思うんで、ちょっと軽く説明すると、パールを作ってるそのラリー・ウォールさんがその本で書いてることなんですけど、一つ目の怠惰は、自分自身、もしくは他者の労力を削減するための労力を惜しまないと。再利用性の高いコードを書き、ドキュメントを残し、他者からの質疑応答の無駄を省くっていうのが怠惰。で、短期は、コンピューターが意図しない動作をした時の苛立ち
て、他のプログラマーにその苦痛を与えないようにするための、取り組みをしようっていうことですね。で、最後の傲慢が、他者がこう文句つけられないほどの高品質なプログラムを書き、保守し続けようとする心。なので、その字面で言うと、もう短気で、怠惰で傲慢、もう最悪なやつじゃん。だけどそれは、なんていうの、逆っていうか、なわけですよ。裏返し。そう、裏返しみたいなね、っていう感じですね。だから、これもさ、天の弱的なスローガンですよね。そうかもね。なんか、本当はだから優しさがあるのに、それを短気って言ってみたりして、何ちょっと車に構えてね、かっこつけて。本当の意味言ってくれないと、勘違いする人っていっぱいいるんですから。います。これ実際、ラリー・ウォールさんが多分一番最初に出した時のその説明が、ちょっと抽象的な部分もあったりして、解釈が分かれてしまって、どっかのタイミングでちょっと書き直してるんですよね。そうですか。もう少し具体的な例を出して。僕なんてだって本当の意味、今ザルさんに聞くまで知りませんでしたから、これ本当嫌なスローガンだなと思って。怠惰とかいいわけないじゃない。もうみんなさ、リモートワークでさ、家で寝てんだから、本当に良くないよ、こんなの。って思ってたんですけどね。だから本当はだから違うんだね。違うんですよ。非常に誠実な、献身的な、態度であると。じゃあいいじゃないですか。じゃあクリさんが言うように、じゃあこれちょっと書き直さないといけないということでね。ということで、クリさんは何ですね。怠惰、慎重、そして AI 団のお祈り。お祈りはいいですね。確かに今時っぽいですね。いいですか。お祈りは全然良くないと思いますよ。そう。だってこれって、性格の話ですよね。性格、性質の話じゃないですか。お祈りって行動ですか。ダメですよ、これ。クリさん、ダメだそうです。お祈りはダメだと。お祈りはだってもう行為でしょ。確かにね。行為もありっていうルールならありですよ。どうします？ありにしときますか、今回。じゃあなしにしましょうか。なし。じゃあもうなし。じゃあ性質ね。性格とか。性質でいかないと。なんか思いつくのあります？ありますよ。いや、これね、難しいんですけど、だから僕は、何かありますかって聞かれたら、やっぱ真っ先に思いつくのは、やっぱり思いやりだね。思いやり。僕は一番大切にしてるから。思いやり。思いやりって行為じゃないの？思いやる心。を持っている性質。じゃあ、もう、何でもあるじゃん。思いやりがある人とか言うでしょ。そういうことね。ちょっと思いやりが難しかったらこれでもいいですよ。優しい。なるほどね。それでもなんかあれだね。今の AI 時代に限らず常に持っていてほしい気はするね。そうですよ。AI も関係ないし、プログラマーも関係ないです、これ。もう人類みんなそうなってほしい。みんな優しくなってほしい。そうですか。と思ってる。でもだからこれ人間に対して思うことはやっぱプログラムに対しても思っちゃう。今問われたらね、出てくるのはこういうワードになっちゃう。そう。プログラマーならではの性質とかまでまだひねり出せてないです。じゃあ一つ目ね。優しさ。セルさんは。一個ずつ言っていくパターンなの？いや、じゃあ三つまとめていきますか。3つまとめてお願いします。もう2つ目はね、やっぱできるだけシンプルなコードを書いてほしいんでね。シンプルなコードを書くはダメよね。これ行為だから。スローガンみたいだね。これ行為だからダメでしょ。シンプルなコードを書く心。そんな。それズルでしょ。それズルだからちょっと変えて、じゃあ率直とかどうでしょうか。率直いいですね。率直。これね、優しさとはまた別の要素なんですよ。僕すごく思ってて、優しい人ってやっぱ率直に言い切れないみたいなところあるじゃないですか。でもやっぱ率直に言うっていうね。素晴らしいですね。これいいでしょ。これもまたね、プログラマーに限らずなんですけどね。そうだね。人としてみたいな。人としてです。プログラマーならではで、3つ目3つ目はね、これでいきましょう。諦め。これも行為なら諦める心でもいいですよ。達観的なことですか？いや、なんか絶望的なこと。絶望的な方。諦め。それは何ですか？なんで？だって言葉だけ言われてもさ、今までちゃんと説明してくれてたのに。いや、だから今ひねり出したからさ。今ひねり出したの？諦めっていうのは、これはだからちょっとAI コーディングとかありますでしょ。
だからその諦めていいんじゃないかな。そうなんか、このパチパチに例えば綺麗なコードを書くとか、いい設計をするとか、こういうことです。だからちょっとごめん、今パチパチにって言った？パキパキに？パキパキに、パキパキにいいコードを書くって初めて聞いたんだけど、それどういう擬音語なの？パキパキ。ちょっとそれは僕もわからないですよ。このラジオで撮ってる時に、とっさに喋ってるんだからずっと。そう。なんかバキバキにとかだったらまだわかる。パキパキにってなんか小気味はいいんだけどね。小気味はいいけどさ。バキバキか。バキバキに仕上がってる感じ。仕上がってる。例えばコードを書くとか、例えばその仕様のね、その決める時とかもさ、この未来をこのバキバキにね、予見してこうやろうとすると、それこそザルさんもその愚痴ってたように AI ってすごい先までこう考えてやってくるからモリモリになっちゃうとかあるじゃないですか。だからこの結構プログラミングやってるとやっぱりこの妥協のなんか積み重ねというかね、どこで妥協するかみたいなところあるじゃないですか。だからなるほど。まあでもわかる気はしますよ。だからこう気軽に諦めていこうよっていうね。まあ確かにそれはその3つ目は今の AI 時代にぴったりな。これ AI 時代のしかもプログラマーにとっても、これだけかもしれない。これだけ当たりかな。3分の1でヒットしたかな。なるほどね。ザルさんは？僕は、言いますよ、3つ。怠惰、短期、傲慢。この3つですね。怠惰、短期、傲慢。なるほどね。だからその従来の三大美徳と同じ音だけど、この漢字が違うんだ。いや、全部一緒。漢字も、意味も、AI 時代だからこそ、なるほど。この怠惰、短期、傲慢、大切にしていく方がいいんじゃないかと、僕はね、やっぱね、思い至りましたよ。だからむしろこれ強めた方がいい。強めた方がいい。特に傲慢なんて、AI 時代に傲慢であった方がいいと思いますよ。ちょっと確認なんですけど、これを作った人はね、後悔したらしいですよ。ラリー・ウォールさん？そう、さっき言ってたじゃないですか。これちょっと伝わり方間違っちゃうから違うワードがいいなって微調整したみたいに言ってたじゃないですか。だけど、これがいい。いい。だってもうこれラリー・ウォールさんの言葉じゃなくてもう僕の心の中に刻まれてるソウルワードだから。なるほど。そう。じゃこれ大好きなんだ。大好き。大好き。もう新卒が入ってきたら一番最初にこの言葉を伝えてたぐらいに大好き。その意図はそのラリー・ウォールさんでしたっけ、はなんかこの言葉の後ろにはその優しさあったじゃないですか。でもザルさんはこの言葉通りってことですよね。言葉通り、そう。むしろそのラリー・ウォールさんより過激派でいきたいっていう気持ちもありますか？その新三大美徳としてはその過激さを前面に出していきたい。なるほど。じゃあちょっと怠惰っていうのはどういうことですか？まず AI に全部任せて寝る。反対。よくない。AI で生産性を上げるとかじゃない。AI で8時間の仕事を1時間したら7時間休む。ダメ。これ。ダメです。で、次、短期。短期。AI のレスポンスが遅いとすごいイライラする。だからもうクイックなコンポーザーとか、素早いモデルを使う。なるほどね。待たない。これはちょっといい。これ一個確認なんですけど、この短期っていうのはその AI に対してってことですか？AI でもいいですし、あとパフォーマンスが遅いとかもそうですね。こんななんか200ミリ秒もかかるエンドポイントを絶対に潰してやるみたいな。そういう短期。なるほど。っていうか、これあれですね。そもそもそのラリー・ウォールさん、ラリーさんも、その短期の対象はソースコードに対してのコンピューターとか。ですよね。そう。すいません。僕ちょっと素人だったんで、この一緒に働いてる人に対しての短期とか、こう思っちゃいますよね。やっぱ思っちゃうよね。思っちゃうけど、だからそうじゃないわけですから。そのパフォーマンスですから。そうです。自分の書いたコードのパフォーマンスにイラついていいのであって、ダメですよ、同僚に。怒っちゃう。怒んないですよ。それはよくは。傲慢は、もうこれ AI 時代だからこそ、AI よりより良いものが自分は作れるという傲慢さ。なるほど。これはね、絶対に必要だと思います、この心。じゃないと奴隷になっちゃいますよ、AI の。今なってます。もうみんな。僕もなってるんですけどね。あらま。だからこの3つのね、美徳をね、もう一回こう胸に刻んでね、なるほどね、やっていきたいなと思ってます。いやでも確かにそれはいわゆる一理ある。一理ある。一理ありましたね、ちゃんと。いいじゃないですか。はい。じゃあ続いてのお便りいきます。ラジオネーム34歳でエンジニアになれましたさん。
いつも楽しく拝聴しております。ありがとう。先日ラジオでザルさんが任天堂はユーザーを信頼するデザインをしている、確認画面は 99% いらないとおっしゃっており、自分も実践しております。それ以降デザインに迷うことがかなり減っており、本当に役立つ知識となりました。ありがとうございます。他にもデザイン部分で意識していることがあれば、ぜひご教授いただきたいです。よろしくお願いしますということなんですけど。34歳でエンジニアになりましたさんね。だからみんなあれなんですよね。ラジオネームだからこの文章を書いてくるスタイル。これでも、あれでしょ、自分のなんていうの、魂がラジオネームになってるんでしょ。あ、そうなんですか。知らないけど。ごめんなさい。で、ちょっと。ごめん。まあだからデザインのなんか、ごめん。いい話を聞かせてっていうことで。ごめん。本当にごめん。本当だよ。デザイン部分意識してること、ありますよ。ありますか？僕は、オブジェクト思考 UI デザインかな、はい、オブジェクト思考 UI デザインっていうフィロソフィーがありまして。フィロソフィー。哲学。と言いますか、本がありましてね。もともと多分記事だったと思うんですけど、有名なあれですけどね。あれがだから僕は結構やっぱ思い出に残ってますね。思い出というかその胸に刻まれてるから、自分がこうデザインを組むときは、やっぱ一つこう指針となる軸になってるかなっていうのはあります。オブジェクト思考 UI、本を読んでない人に軽く説明すると、対比としてタスク思考 UI っていうのがあって、なんか作るとか変更するとか削除するみたいな、その操作に着目した UI をタスク思考 UI って言います。で、オブジェクト思考 UI っていうのは、オブジェクトに着目するんで、例えば ToDo だと ToDo そのもののオブジェクトに着目して、それに紐づく操作はこういうふうにあるみたいな。そういう設計思想がそれぞれ異なるんですけど、一般的にはオブジェクト思考の方がより使いやすいよねみたいな、そういう話ですよね。そうです。なんかだから使いやすさ、だから任天堂さんのやつにも僕の中ではこうつながるというかね、分かりやすさの分かりやすくするためのなんか明確なテクニックの一つがオブジェクト思考 UI みたいな。確かにね。ただオブジェクト思考 UI 僕も読んですごいこれいい本だなと思ったんですけど、ウェブアプリケーションにおいてタスク思考の UI ってほとんど見たことないから、逆にね。そう、書かれてることは、納得できるけど、どれも確かにそうだなっていう印象はちょっとあるけどね。改めてちゃんと言語化されてるというか、説明されてるけど、新しい発見は個人的にはそんなになかったかな。そんなにないか。あの本でもダメな例として挙げられてるのって自動販売機とかでしたっけ？そう、メタファー的な物理的なものから結構レガシーなものも含めてあったりするんですけど、でもすごい読む価値はある本だと思います。まだね読まれてない方はいいかも。はい。ザルさんは僕はちょっと元デザイナーですから。元というか今もそうですね。僕ちょっと今回そんな結論めいたことはちょっと用意できなかったんですけど、一個ムーさんとちょっと議論したいことがあって、ちょうど管理画面作ってる時に、そのボタン、何々を作成するボタンみたいな、作成するボタンにプラスアイコンをつけるかつけないかで迷ったことがあって、で、ボタンにアイコンをつけるべきかつけないべきか、つけるとしたらどういう時につけるのかっていう、そのルールを自分の中でうまく言語化できてないなってことにこの間気づいて、それってムーさんってどう思いますかっていう。うわー、いいですね。あるいはサイドメニューとかヘッダーとかあるでしょ、そのメニューにもアイコンをつけてるパターンとつけてないパターンっていろんなサイトあると思うんだよ。それの結構デザインポリシーによると思うんですけど、僕は極力アイコンに頼らないデザインをする方がいいっていうスタンスなんですね。なんだけど無意識的にアイコンを使っちゃってるところもあったりして、なんかちゃんと自分の中では整理されてないんだなっていう話。これとてもいいですね。このテーマ。めっちゃ気になります。気になります。話したい。いくつかいろんなデザインシステムとかガイドラインとか、それこそアップルとか大手の会社のやつとかを見たら、基本一貫してみんな言ってるのは、アイコンだけのボタンにする場合は、そのアイコンがもう十分認知されてる、誰も間違えないようなものだったら使ってもいいけど、そうじゃないなら極力テキストラベルを使ってくださいっていう
で、そのテキストラベルプラスアイコンをつけるかどうかは、それは自由ですよみたいな。混乱させないんだったらつけてもいいし、絶対つけるなってこともないし、絶対つけろっていうことでもないっていうのが割とファジーというか、お任せスタイルだったのね、みんな。だから余計なんていうの自分の中では整理できなかったんだけど。これは最近方針が変わったっていうやつは何でしたっけ？サイドバーの。それアップルのやつかな。アップルのやつ。アップルの OS のちょっと前の最新バージョンだと全部アイコンつけるようになってたんだけど、もともとアップルってそのドロップダウンメニューとかって必要な場所にだけアイコンがあって、それ以外はテキストラベルだけっていう方針だったのが全部ついちゃって、でまた次のバージョンだと元に戻るみたいな。だからアイコンがちょっと前まであったけどなしになる。そう減って見やすくなったっていうね。だからアイコンをなくすという、僕はまずサイドバーについて言わせていただいてもいいですか？僕サイドバーはアイコンあった方がいいと思ってたんですよ。というのは世の中のプロダクトほとんどついてます。ほとんどついてるね。まずサイドバーのアイコンは、で僕がちょっと前に管理画面を作った時に、それはもちろん社内で使う管理画面ですから、なんていうんですか、ユーザーに提供する管理画面ではないから、デザインのコストそんなにかけれないとなった時に、やっぱアイコン用意するのも手間じゃないですか。なくしたんですよ。サイドバーいっぱいメニューあります。もう上から下までアイコン1個もない。作った。これ見づらいと思った。やっぱり僕はそのクリッカブルかどうかが分かりづらいみたいな感じ。いや、クリッカブルというか、なんか認知負荷が高いというか、その文字を全部読まないといけないという感じ。ちょっとこれ言語が難しいんですけど、なんかアイコンがある方がなんか脳に優しいなっていう感覚。わかります？わかるよ。それ、でもアイコンがその行動を想起させるような適切なアイコンだったからなんじゃない？多くが。そう。多くは例えばアイコン見ればなんかデータベースっぽいアイコンだったらなんかデータベースでしょうし、設定アイコンみたいなギアのやつね。設定とかはまさに分かりやすいじゃないですか。字読まなくてもなんか分かるみたいなものが一般的にあるから、全部外した時につけたいなって思ったんですよ。ただその画面ももう多分1年弱ぐらい使ってるんですよ。慣れてくるとなくてもいいかもって思ったのは、さっきのアップルの話でアイコンなくすっていうのを見た瞬間、なくてもいいかもって思いました。まずサイドバーについては。だから僕すごい実感値あるんですけど、いやなくていいんだったらなしがいいなっていう、アイコンとかに時間かけたくないからっていうのが大きいです。OSS とかで公開されているアイコンでぴったりなものが常に見つかればいいけどね、そうじゃないことの方が多かったりするからね。そうなんですよ。でボタンは考えたことなかったです。なんかつけちゃってました。ボタンは僕が今ちょっと参考にしているもので言うと GitHub があって、GitHub はアイコンにボタンに絶対アイコンがついてるの。でも唯一例外があって、プライマリーボタンにはついてないの。でプライマリーボタンって緑色なんだけど、そのプライマリー緑色のボタンはもうテキストラベルだけで、白色のセカンダリーボタンはアイコンとテキストラベルで説明するっていう風なルールになってる。見る限りね。だからそれでも結構いいなと思ってて、この画面で最もやってほしいことってプライマリーボタンで説明するじゃない。でそれはすごく目を引くから色的に。でアイコンで強調しなくてもいいかなと。でもそれ以外の目立たないフラットなアイコン、フラットなボタンとかは、そのアイコンがあると、それが何を表しているのかっていうのが、想起しやすいなっていう、テキストラベルだけよりも。っていうのは結構しっくりきたかな。なるほどね。ちょっと一度 GitHub のホーム画面とか、フルリクの一覧画面とか見比べてもらうと、わかると思う。なるほどね。じゃあザルさんは、その方針でいこうかなと。今のところその方針でいこうかなと思ってます。プライマリーはつけない。セカンダリー以下はつける。つける。なるほどね。ただセカンダリーに適切なアイコンが常に見つかるのかちょっと正直不安ではあります。でも今やっぱちょっと画面を見て、いくつか画面を見て思うんですけど、やっぱアイコンある方がなんか分かりやすいというか、のっぺりはしないよね。メリハリがつきやすいしね。あと効果はありますよね。普通にあると思う。メリットがあるというか。こんな感じでね、ちょっと言語化もあやふやな部分がかなりありますけど、デザインって。こういうのを繰り返し試行しながら、やっていくっていう
感じですね。うん。じゃあ、続いてのお便り、アルパカ界の救世主さん。いいね。はじめまして、40歳ニートです。おお、強い。バイブコーディングが面白くて、プログラミングの世界にやってきました。素晴らしい。ハマりすぎてここ数ヶ月は毎日15時間くらい勉強しています。すげえ。YouTube も僕にとっては大切な、大事な情報源なので、いろんな動画を参考に見ているのですが、そんな中、ムーザルチャンネルを発見し、今では毎日更新を楽しみにしています。ありがとうございます。いつか僕のプロダクトができたら、お便りで伝えに来ます。二人の緩い空気感が大好きです。応援していますということです。ありがとうございます。待ってますよ、お便り。プロダクトね、できたらぜひお便りください。ぜひお便りください。ちょっとね、お便りのその、倍率がね、すごい高いからちょっと読めるかわからないんだけど。そうなの？倍率そんな高かった？高くない？高くないですよ。まあ2倍ぐらいかな。2倍か3倍ぐらい。じゃあ、大したことなかったです。すみません。勘違いでした。はい。いいですね。じゃあ、プロダクトぜひお待ちしてます。いいじゃないですか。じゃあ、続いてのお便り。ラジオネーム、どうも、長井です。私の現場では、自分語りはやめておくか、さん。あれ、ちょっと待ってください。これ、いつものこのラジオネームにドラマを書いてくれる。異常にラジオネーム長い人、通称長井さん。通称僕らから言う長井さん。その長井ですか？でも、も長井です。正直偽物なんじゃないかと僕は思ってますけどね。偽物の長井現れる。そう、長井語りをしてるんじゃないかと。ちょっと本文聞いてみますか。いきますか。コーディングにおける解決策を増やすにはどのように学ぶのがいいでしょうか。もうこの時点でですよ。いつもの長井さんじゃないのよ。出だしが。だってね、エミネムか。そうですよ。エミネムかムーザルかとか、レディー・ガガかとか言ってたかちょっと忘れましたけど、対比構文がないぞ。ないですよ。すごい真面目な最初から入ります。コーディングにおける解決策を増やすにはどうしたらいいか。じゃあ続きますよ。偽物なのかが気になってこの話を。今年から AI コーディングをしています。月水金は AI でコーディングして、火木はそのコードを読みながらテストを書いたりリファクタリングをしてコードを学んでいます。しかし私の作業が AI の足を引っ張っている気がします。本を読んでべき論は理解しているつもりでも実際のコードではうまく書けないです。ここが悪いのはわかるけどどうすればいいかわからず対応したら悪化させていることに後で気がつくような状況です。AI に相談しても3択問題を出されて毎回ハズレを引いている気分です。TDD 本やお勧めされてた単体テストの考え方、使い方を読んでもテストはうまく書けないし、クリーンアーキテクチャを読んでも責務が散らかっています。助けてください。検論の動画とても勉強になります。今年は無理そうですが、来年ハスケルデビューしたいですということです。いいね。だからここはやはり新プログラマー三大美徳の諦めをここで使いましょうか。あ、なるほど。だってもう言ってましたよね。AI コーディングをしてるんだけど、私の脳みそが足を引っ張ってるんじゃない、間違えた。私の作業が足を引っ張ってるんじゃないかというふうに思われてるのであれば、もう諦めて。これはもう AI に任せてね。なるほどね。まあでも、そうかもしれませんけど。ね。なんてね。まあでもこれ難しい問題だね。いや、すごい僕わかりますよ、これ。なんか、微妙なコードだなーってなんか雰囲気は思ってるんだけど、じゃあどうしたらいいのかは、具体的なこうアプローチがまるで思いつかないみたいな、気持ち悪さだけ残ってるみたいな状態って結構味わう。AI コーディングしてると AI コーディングしてなくても。昔から感じてる。で、これは多分純粋に僕の力量不足だと、いうことなんですよ。言語化できてないというか、違和感だけ残ってるみたいな。もう絶望しながら頑張るしかない。だから正解なんてもうないんだと。そういうことですか。まああと、多分ですよ、これすげえいい設計だとかいいコード書けたみたいなことを言ってる人は、なんか勘違いしてると思います。だからみんなできてないんですよ。なるほど。じゃあそこのだからありもしない正解にたどり着こうとするんではなくて、より良いものを目指して頑張るそのプロセスだという。まあ今の自分を受け入れるというね。まあそれがいいんじゃないですか。諦めるというね。いや、いいと思います。じゃあ僕は、じゃあ例えましょうか。下手な例え話、いやでもすみません。例えるほどの話はない。そうなの。何なんだよ。いや、じゃあ同じことを、言おうと思って言っちゃうから、なるほどね。例えてまで同じことを言って、違うことを言うんだったらさ、なんか例えてもさ、いいじゃない。確かに。キレのいい話するんだったら、なんか例え、そうだよね。頑張って例えたのに、全く同じ着地か、みたいなのってちょっとね。
悲しいよね。あれじゃないでも時々ビジネスの会議の場においてそういう人いますよ。いるんだ A さんが先にこれだって言った後に、うんうん B さんはその A さんの言った意見を例え話で言って、さも自分がそれを言いましたみたいな、最初からそう思ってましたみたいな感じで、ああこうなんか、なんていうの、自分の功績だみたいに。しかもなんかうまい例えしましたよみたいな顔して、そう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 そんなやつがいるんですか？いますいますもう最低ですね、うんこれはですね、例えるとね、油絵なんですよね、これは。油絵、うん、だからこれプログラミングを書くっていうのはね、これは絵を描いてるのと同じなんですよね。わかりますでしょう、もう全然わかんない。だからそのね、うん。終わりがないんですよ。違いますよ。じゃあ僕が、違うの、うん、違う油絵をモチーフに出したから、うんそれをこれ違った受けてうん、ちゃんと説明しましょうか。あ今思いつきましたけど、くそ油絵って、うん昨日僕、第ゴッホ展上野に見に行ったんですよ。大何第ゴッホ展。ゴッホの、ゴッホそうゴッホ、その特別展示やってて、うんで、見に行って、油絵ってこう重ねて塗るでしょ。うんで、当然立体的になるわけ。だから写真とかで見ると、まあ平面でこうなんか見えるけど、実物見るとすごいデコボコしてるわけ。ああしてますで、見る角度によって、まあ正面も相まってう、んうん全然違う印象になるの。うんプログラミングってそういうことなんじゃないそういうことなのかそういうことなのかな同じものでも見方によって違うよと。だからあなたが書いてるコードもうん見方によってはなんかこうちょっと違和感あるなって思うかもしれないけど、別の角度から見るとそれが正解だとも言える。そんなことあるありますあります。これね、深いいい話だと思いますあるかなよ。もう二人して今謝った方がいいと思うんですけどねまあまあまあ、はい。まなのでまあ偽長井さんね、はいはいそういうことなんで。意外かはいはい。わかりました。でもとにかく偉いですよ。すごいですよ。うん、さそうだね。っきも言いましたけどね、単体テストの考え方とかね、クリーンアーキテクチャとかね、読んでない人がほとんどですから、うん。それを読んでるってだけで。まあ読んだところでっていう話もありますけどね。そうなの結構さ、言ってることいっぱい多いから、その本って。うん読んでもさ、99% ぐらい抜け落ちるじゃん。まあ1%も残ってないから、0.01% ぐらいしか結構こう残らなかったりするんだけど、ザルさんの場合は、んそうなんだ。みんなもそうでしょ。なんかもったいないですね絶対みんなもそうだと思う吸収力が低いですね。なんていうのダメだ。うまい例えが思い浮かばない。うん。じゃあそんな感じで。そういうことで。じゃあ続いてのラジオいきますね。ラジオじゃない。続いての、はいお便りいきますね。はいラジオネーム、長いラジオネームが浮かばなかった長井さん。いいんですよ、浮かばなくても。だから、これだから、長いラジオネームを思い浮かべようのコーナーじゃないんだから。いや、そうなんだけど、これは短くシャープなラジオネームを書く場所なんだから。そうなんだ。この人も長井さんを語ってるわけですよ。うん。これも偽長井2。これ偽長いどころか、偽長いにもなりきれてない。まあ確かに。うん。じゃあ読みますよ。長いを志すもの。志さなくていいんで。ムーさん、ザルさん、こんにちは。こんにちは。いつも気になるのですが、絶望ラジオを収録しているそこはどこなのでしょうか。ああ、気になりますか。ムーさん、ザルさんの職場、レンタルスタジオ、さすがに自宅はないでしょうか、気になります。うん。後ろのキッチンにうっすら生活感があるので、さらに謎です。ああ、確かにね。あとどうでもいい話ですが、うんやっぱり動画の時間が長くなると後半訪れというか音と口の動きがほんのちょっとずれてきますね。ああ。直してくれとかじゃないです。はいこれからも楽しいラジオを聞かせてください。これは一ということで国道やってますから、僕らはこ。れね、僕気づかなかったんですけど、声がなんか音声と、遅れてやってますから。うん全然うまくないね。音声と映像のフレームレートが違くて、うん別撮りしてるんですけど、後で合わせてるんですけど、後ろに行くとずれちゃうらしいのね。うんまあちょっと今回の編集でうまくできるかどうかわかんないですけど、なるほどまあちょっと改善してみます。すいません。ありがとうございます。はいここはだから、まあ、オフィスみたいなところですね。オフィスね。うん、オフィスです。料理もできます。料理もできるオフィス。ク料理もックパッドみたいだね。料理もできるオフィスです。いつか料理動画、ムーザルチャンネルで出したいと思ってます。出しません。はい、厳しいです。はい。っ出したいよ。ていう感じでうん、お便りは以上です。ありがとうござい今回、ます。偽永井さんが2人も出てきちゃったんで、これ、本物の永井さんうん。だったらちょっとごめんなさいなんだけど、まあいいでしょうね。はい。今週の言論のコーナー。ということで、不定期コーナーですけど、今週の月曜日にですね、はい。プログラマー向け言論入門シリーズ第4弾をうん。出させていただきました。多分、このラジオを聞いている皆さん、気づいてなかったと思うんで。気づいてますす、気づいてます。いや皆さんも見てます。もう気づいてるわけがないニーズはすべて満たしてます。気づいてたら大丈夫です。あんなに再生数が少再生ないわけが数は少なかったとしても、ないですもう皆さんにお届けできて、皆さんも満足してると思うんで、もうそういうものですから。あ、ねえわかりました。自然変換というのをやったんですけど、
これね、いやどうでしたって動画の中でも聞いたんですけどね。うん。じゃあその舞台裏的な感想を言いましょうか。ぜひぜひ。そう僕動画のその打ち合わせとか基本的にしてないで臨んでるんで、ムーさんがどういう解説をするかとか、自然変換そのものも全然わからないまま、動画で講義を受けたんですけど、最初の撮り始めてもう5分の時点でこれは傑作動画だとマジ確信に至るぐらい面白いと思って。嬉しい。イントロでの部分で嬉しい。でその後も編集ムーさんがやってくれて、で動画公開するまでの間にどうやってこの動画をうまくプロモーションして多くの人に届けるべきかっていうのをいろいろシミュレーションして、これだから傑作だから、そう頑張らないと、これちゃんとやんなきゃと思って、でいくつか手を打ったんですよ。例えば X で過去の動画のサムネイルを集めて、こうなんか訴えかけてみたりとか、あと、それぐらいかな。いやでも結構いろいろやってくれたり、いいじゃんいいじゃん。 YouTube アナリティクス見る限り、全く影響はなかったみたいな。過去最低の記録叩き出してますからどうなってんだっていうね。でもあれですよ、そのスパチャみたいな支援してくれてる方もいて、非常にありがたい。います。嬉しいですけどね。だからこの手応えとこの再生数のこのつながりのさ、どうなってんだという。だからこれあれですよ、そのラーメン漫画であるそのラーメンハゲ、有名なラーメンハゲ、そのいいものを作れれば売れると思うナイーブな心捨てろ的なことをおっしゃってます。なるほど、わかりました。堅論ニーズないやめよう。いやあると思うけどね。ないよ。ありますよ。もう少しで完結編ですから。いやでも最終回はねすごいんじゃないかなと思いますけどね。まだどうなるか分かりませんけどね。どうなるか分かんないですけど、頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。コメントいただいた皆さん、応援ありがとうございます。励みになってます。ギリギリのところでやってますはい、ということでエンディングです。そのエンディングでね、一個その X 僕らやってるじゃないですか。X ね、ザルさんもなんか本気でやってるじゃないですか。なんか本気でもないですけど、課金したりして、なんか文章を書く時のなんかちょっとした悩みがありまして、本当にちょっとした悩みなんですけど、僕嬉しいわとか書きたいんですよ。嬉しいわ、楽しいわとか、素敵だわ、そうで書きたいんですよ。でもその嬉しいわっていう文字だけを見た人は、これが嬉しいわって言ってるのかわからないっていう問題あるよね。そのイントネーションっていうか雰囲気、嬉しいわみたいな。そうわって2パターンありますでしょ。ありますよね。あるね。そうだからそっちの僕が思ってる方じゃないわ、上品じゃない方のは、あれ解決策あるよ。それ、花のアイコンつけたら嬉しいわの後に花、これも絶対嬉しいわっていう方のニュアンスになるよ。これ素晴らしいソリューションありがとうございます。確かにですね、絶対そうなるよ。そうか、お花畑がまず連想される。だからその女性なイメージじゃないですか。嬉しいわは。でもそうじゃなくて、いや嬉しいわっていうこのなんかヤンキーなのか、おじさんなのか、このガサツな人のわなんとかだわみたいな、そっちじゃないんだよっていうニュアンスを込めたいと思って、 X 難しいな、もうやめたいなと思ってたんですけど、ソリューションありがとうございます。お花つけさせていただきます。ぜひつけてください。絶対ね、その口調の人ね、花柄のワンピース着てる上品な人だから。なるほど。僕がそれをやっていいんですか？ X で。やってください。わかりました。自由ですから。なんとかですわを言って、この勘違いされたくないときはお花をつけるっていう、やってみたいと思います。つけてください。はい。ではエンディングです。この番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。YouTube のコメント欄、Spotify の説明欄にお便りフォームの URL を記載してあります。またお便り以外にも YouTube や Spotify でのコメントもお待ちしております。それではまた次回。ここまでのお相手はムーザルのザルとムーでした。さようなら。